皆さんこんにちは、ちいスタジオです。よろしくお願いします。今日はですね、ついに YouTube のチャンネル登録者数が1万人を超えたということで、これまでのことだったりとか、YouTube を始めてから変わったこと、そしてこれからやっていきたいことなどについてお話できたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。私は2022年からこのチャンネルで動画投稿をし始めていて、最初の頃の動画は消してしまってるものもあるんですけど、振り返ってみるともう3年くらい続けていることになります。始めた頃は YouTube での発信を仕事にしたいとか、そういう明確な目標があったわけではなくて、本当に趣味の延長というか、自分が好きなカメラのことについて発信をしてみたいとか、何か楽しみの一つになればいいなっていう気持ちで始めました。今もそうなんですけど、私は普段カメラとか写真に関係する仕事をしているわけではなくて、普通に仕事をしながら休みの日だったりとか、仕事が終わった後だったりとかに空いてる時間を使ってこうして動画を作ってきました。最初の頃の動画を見ると、カメラの前でお話しするのもすごくぎこちないですし、動画の撮影も編集も本当にわからないことだらけで、今も決して他のクリエイターさんと比べてしまうと上手ではないかもしれないですけど、それでも3年半続けてきて、こうしてたくさんの方に動画を見ていただけるようになったことはすごく嬉しいです。そもそも私がカメラに興味を持ったきっかけの一つが、ライカの M モノクロームタイプ246をお借りするきっかけがあったことだったり、父親がキヤノンのカメラを持っていたっていうこともあって、そこから自分でもニコンの ZFC を買ったりとか、ソニーのカメラを使うようになって、一昨年にはパリでライカの M11D を買ってみたりとか、その後にニコンの ZF を買ったり、気づいたらこの3年半でかなりカメラが増えてしまいました。YouTube を始めたことで、次はこれを撮ってみたいなとか、このカメラを持ってここに行ってみたいなとか、カメラを楽しむきっかけ自体もすごく増えたような気がします。そしてこの3年半を振り返ってみると、 YouTube をやっていなかったら絶対に経験できなかったようなことをすでにたくさん経験させていただくことができたなと思っています。例えば去年はソニーさんとお仕事をさせていただいたりとか、公式の YouTube チャンネルにも掲載していただいたり、今年はハッセルブラッドさんのカメラで撮影に行ったり、 DJI さんをはじめいろんなメーカーさんやブランドさんと一緒に動画を作らせていただく機会も増えてきました。最初に YouTube を始めた頃は、自分がカメラメーカーさんと一緒にお仕事をするなんて全く想像していなかったですし、こんなことってあるんだって今でも思っています。もちろんこういった機会をいただけるようになったのは、私が動画を作っているからっていうだけではなくて、その動画を見てくださっている方がいて、コメントをしてくださる方がいて、チャンネル登録をしてくださる方がいらっしゃるおかげだと思っていて、そういう一つ一つが積み重なって企業の方にもこのチャンネルを見つけていただけるようになったんだと思っています。なので今回の1万人という数字も、このチャンネルを見てくださっている皆さんと一緒に積み重ねてきた数字なのかなと思っています。本当にありがとうございます。そしてこれからについてなんですが、もちろんこれからもカメラとかレンズに関する動画はたくさん作っていきたいなと思っています。最近なかなか使えていないんですけど、ライカの M11D も改めてこのカメラを持ってどこかに行きたいなと思っています。M モノクロームタイプ246も私がカメラを好きになるきっかけの一つになったカメラなので、動画を撮れるこのカメラで作品作りなんかもできたらいいなと思っています。そして今も少しずつそういったコンテンツ作りもしてはいるんですが、カメラで撮影するだけではなくて、せっかく自分で撮った写真なので、もう少し違った楽しみ方についても考えていきたいなと思っています。最近私が 3D プリンターを作っていろんなものを作っているのもその一つです。例えば自分で撮った写真を飾るためのものを 3D プリンターで作ってみたりとか、写真そのものと 3D プリントしたものを組み合わせて作品にしたりとか、写真を撮るきっかけになるプロダクトを考えたりなど、カメラで撮るっていうところから始まって、その写真を実際に形に残すっていうところまで
カメラで撮るっていうのももちろん大好きなんですけど、それをもっと素敵に残すっていうところに着目して、そういう写真とものづくりみたいな組み合わせのコンテンツもこれからもっと作っていきたいなと思っています。そしてもう一つ、YouTube を始めた頃は全く考えていなかったことだったんですけど、最近はこの活動自体をお仕事として続けていくことについても少しずつ考えるようになりました。先ほどお話ししたように大変嬉しいことに、最近はいろんなメーカーさんとかブランドさんからお声掛けいただけるようになって、実際にその製品を使って撮影をして、自分なりの視点で動画を作って、それを皆さんに見てもらうっていう、そういうお仕事が私はすごく楽しいなと思っています。もちろん案件だから何でもご紹介するっていうわけではないんですけど、私自身が興味を持てるものだったり、このチャンネルを見てくださっている方にも面白いなと思っていただけそうなものをこれからも紹介していけたらなと思っています。なのでメーカーさんやブランドの方がこの動画を見てくださってるかはちょっとわからないんですけど、カメラやレンズはもちろんなんですけど、写真や映像、パソコンだったりガジェット、あとは 3D プリンターやものづくりに関するものなど、一緒に面白いコンテンツが作れそうなことがありましたら、ぜひお声掛けいただけると嬉しいです。本業の仕事を続けながらにはなりますが、こういった YouTube を通したお仕事も少しずつ増やしていけたらいいなと思っています。あとは今回 YouTube のチャンネル登録者が1万人になったということで、今後何か新しいことを始めるのかっていうところについてなんですけど、時々コメントやメッセージでメンバーシップはやらないんですかとか、メンバー限定の配信もやってほしいですと言っていただくことがあって、そう言っていただけること自体は本当に嬉しいんですけど、今のところメンバーシップを始める予定はないかなと思います。今は限定された場所で何かを発信とか提供するというよりかは、 YouTube でなるべく今まで通り誰でも見られる形で動画を作っていきたいなと思っています。その代わりといってはなんですが、これからやっていきたいなと思っているのが、実際に皆さんとお会いできるような機会をもっと作れたらいいなと思っています。直近のイベントだと10月からコハゼコーヒー早稲田店さんで写真を展示させていただくことになっています。せっかく自分の写真を実際に見ていただける機会なので、展示期間中は私自身もできるだけお店に滞在して来てくださった方といろいろお話ができたらいいなと思っています。どうしても YouTube だとこうしてカメラに向かって私が一方的にお話をして、それを皆さんに見ていただくっていうことがほとんどなので、普段動画を見てくださっている方がどんなカメラを使っているのかとか、どんな写真を撮っているのかとか、逆に私の動画をどういうふうに見てくださっているのかなとか、そういうことを直接お話しできる機会があったらすごく楽しそうだなと思っています。あとは写真やカメラだけではなくて、最近は 3D プリンターを使ったものづくりもやっているので、またものづくり系のイベントにも出展したいなと思っています。今のところだと直近の出展予定はまだ決まってはいないんですけど、 YouTube の中だけではなくて、実際に作品を見てもらったりとか、皆さんとお話しできるっていう場所もこれから少しずつ作っていきたいです。そして今回せっかく YouTube のチャンネル登録者が1万人という一つの節目を迎えたので、何か記念になるものを作りたいなと思いました。 YouTube 側から1万人になったら盾が送られてくるっていうことは残念ながらないので、だったら自分で作ってしまおうかなと思いまして、今回1万人の記念の盾を作ってみました。せっかく自分で作るなら今の自分らしいものにしたいなと思っていて、実は今回 3D プリンターメーカーさんのプルサリサーチさんというブランドさんから、今回1万人達成の木の盾の制作プロジェクトをご支援していただけることになったので、ご支援いただいたプリンターやフィラメントを使ってこちらの木の盾を制作させていただきました。 YouTube を始めた頃の自分だったら 3D プリンターを使って自分で1万人記念の盾を作っているなんて多分想像もしていなかったと思います。写真や映像の勉強をし始めて、
そこからものづくりも興味が広がって、今本当に楽しいです。これから先2万人3万人と増えていったとしても、この1万人という最初の大きな節目はきっとずっと覚えていると思うので、この盾も大切に飾っておこうかなと思います。ということで今回は YouTube 登録者1万人達成という節目を迎えたので、これまでのことだったりこれからやっていきたいことについてお話をしてみました。3年半続けてきましたけど、まだまだやってみたいことは本当にたくさんあります。次は2万人3万人ともっとたくさんの方に動画を見てもらえるチャンネルになったら嬉しいですし、 YouTube を続けていて本当に良かったなと思えるような活動にしていきたいです。カメラのことも写真のこともものづくりのことも、私自身が興味を持ったことや実際に使って良かったもの、やってみて面白かったことなどをこれからもこのチャンネルで皆さんと共有していけたらなと思っています。そしてここまで続けてこられたのは動画を見てくださっている皆さんのおかげです。昔からずっと見てくださっている方も、最近このチャンネルを知ってくださった方も本当にありがとうございます。改めて登録者1万人本当にありがとうございます。そしてこれからもチースタジオをどうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。